今回の視聴者様会いに来ましたよ。行きますよ。久々の脅かしコーナーでございます。さあ行こうかなということで。いた。はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あんま驚かなかったですね。びっくりしましたよ。本当ですか。視聴者様に会いに行くね、もう24話なんですよね。素晴らしいでございます。そして記念すべき24話目はアキさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はね、静岡県の富士市までね来ておりますね。はい、でさらにですね、この FK7 なんですけども、全く私と同じ色、オブシダンブルーなんですよね。オブシダン4号ですか。4号ですね。晴れて4号となっていただきました。ありがとうございます。お借りはあちらになります。はい、お疲れ様でした。失礼します。もう追い出した案件になっちゃいます。きっかけはフジテレビ。フジテレビ、はい、フジテレビでございます。はい、なるほど。はい。この車の前が、はい、セリカ、トヨタセリカっていうのに乗っていて、もともと車が好きだったっていうのもあるんですけど、やっぱりマニュアル車で、でそれを社会人になって初めて買った車として15年ぐらい乗っていたんですよ。でそろそろもう走行距離も年式も、やばいなっていうところで、これに代わる何か面白い車ないかなって探していた時にですね、でセリカの時にサーキットも走ってたんで、最終的にサーキットも視野に入れられるような車で、で家族がいるので家族も乗れて、でそれなりに快適性があるというのを考えていたところ、マニュアル自体そもそも選択肢少ないんですけど、最終的にこの車に落ち着いたというところですね。なるほどなるほど。確かにこの FK7 のいいところっていうのが、スポーティーらしさもある、かつやっぱりご家族のね人も乗れるっていうのは、そうですね、これ一番利点ですよね。そうですね。どうです？ご家族の方とかも乗られて、なんか不平不満とか出たりとかはしないですか？そうですね。最初やっぱ納車された頃は、それこそ子供を乗っけて奥さん乗っけてスピードウェイ行ったりして、そこで遊んだりしてとかやってたんですけど、最近というか、もう一台車がダイハツのトールっていうわりかし便利なのに変わってからは、ほとんど僕一人しかこれ乗ってません。意外とじゃあもっと狭いのでよかったじゃんって話なんですけど、一応そんな感じになってます。なるほどなるほど。でも奥さんとかお子さんに関しては、この車売っちゃえよとかそういうところはない。そこは理解をしていただいて、好き勝手やらさせてもらってる、限られた中でですけどね、させてもらってる部分もあるので。よかったですね。そうですね。ちょっとちゃんと言っておかないと。奥さん、ちゃんと言いましたよ、アキさん。多分これ振りじゃないですかね。切んないでピーみたいなね。それでいきましょうか。ピーっつってね、忘れてたらごめんなさい。発注が2020年の7月です。でその頃から英国車っていうのもあって、半年ぐらいはやっぱ納期がありますよっていうところで。で最終的には2021年の1月の8日かな、もう営業が始まってすぐみたいな格好で納車してもらいました。なるほど。私と1ヶ月違いで早いんですよね。そうですね。もうほぼほぼ一緒だなっていうふうに僕も思ってました。しかもオブシダンブルーで一緒の色ですから。お兄ちゃんですよ、お兄ちゃん。1ヶ月ぐらい。車ではお兄ちゃんね。ほぼ双子みたいな。そうですね。似たりも寄ったりも似てないっていうね。顔隠しちゃってありますけど。そうですね。ということはもう後期型で乗られてるっていう感じなんですけど、一つ気になるのがオブシダンブルーのブルー色ってもうほぼほぼ玉が少なかったかなってイメージなんですけど、なんか大丈夫でした？その時はすぐこのブルーにしたらいいですよみたいな感じで。そうですね。今の段階では大丈夫だけれども、ここで渋る自分がですね、判断に渋るようだとやっぱ厳しくなってきますよってアナウンスされてました。やはり言われてましたか。でそこで早く返事をくれないとその後は分からないよっていう脅しはありました。そうですよね。私は2020年の9月に予約入れたんですけど、その時は結構もう厳しかったんですよ。そうなんですね。でギリギリこの色がなんとか当たるよっていうところ。そうだからアッキーさんと同じなんですね。ここで判断しないともうダメだよって言われて、でしかも最初オブシダンブルーって色あると思わなかったんですよ。僕も、ぶっちゃけですね、前期型の色を想像して青っていう、で実際カタログ見せてもらったらなんかあれちょっと違う、前期型の僕カタログ持ってたんですけど、一緒
ね、吉本さんもそうなんですね。ちょっと違う、なんだこれは。でなんか、オブシダンブルって名前変わってて、で前期のはまた違う名前じゃないですか、これでそれでディーラーの人に初めて聞いたら、あ、これ前期と後期で配色違うんですよって言われて、そうなんですかみたいな。でまあ実物は、やっぱ展示車とかなかったんで、ステップワゴンで同じ色ありますよって言われて、でまあそれ見て、あ、でもこれはこれで全然いいなと思ったんですね。なのでまあ青は青でもブレなかったんですけど、まあ結果的にそんな感じになってます。最高の色でしたね。そうですね。私も全く一緒。ステップワゴンに同色があるっていうのはしてたんですよ。だからこれと同じ色なんだっつったらディーラーの人がそうなんですよって言って、だったらじゃあこれにしますっつって。ただ前期型の真っ青の青のね、あれはラインナップになくなっちゃってたから、ちょっとあれかなと思ったんですけどね。いやー、一緒でした。一緒ですね。やっぱ青を選ぶ方みんな一緒なんですかね。かもしれないですね。多分視聴者様の中でもオブシダンブルーたくさんいらっしゃると思うんですが、同じ思いの人いたらグッドボタンよろしくお願いいたします。ね、ソニグレにしちゃいましたけどね。ソニグレにした吉本さん、まあいいや、それは。一瞬でわかるんですが、これリップスポイラー入れてます？そうですね、無限のやつ。無限のやつ。ただ色はオブシダンブルーではなく、前期型の黒のブラックのラメの入ったやつですよね。そうですね。これめちゃくちゃ私が一番つけたい最終形態なんですよ。ああ、そうなんですよ。黒の無限のリップスポイラーをつけたらどうなるかなってずっと思ってたんで、すごい合います。いや本当映えますね。映えますね。ガリ傷ガードっていうのが入ってます。ここのリップの下に。はい、そうです。やっぱ無限のリップお高いですので。これもらっていいですか？これもうどうぞ。いいですか？ちょっと空力がすごい上がります。本当ですか？じゃあ今日持って帰って吉本さんにつけてもらうと。そうですね。はい。車もうほとんど変わんないですからね。そうですね。ウイングを手に入れてみたいな。デカロも入っちゃった。そうか。こっちはあとホンダのエンブレムですかね。こちらも中央の。これもなんちゃらブラックに変わってる。そうですね。グロスブラックと言った方があれですかね。で真ん中にはハセプロさんのカーボン調のものが入ってます。そしてこちら RS のエンブレムがこれ吉本さんと一緒に、もう吉本さん喜んじゃってますよ。でもおっしゃる通りで、されてる方少ないんですよね、これ。なるほどね。アッキーさんの車はね、リアウィングついてないから、ここでそうです。リアスポイラー。リアスポイラー。ヘッドライトは特にいじってる様子はなさそうですか？はもうノーマルです。ノーマルです。フォグランプもフォグもノーマルなんですね。これどうです？フォグランプつけてみて物足りなさとか出ませんか？やっぱ今日みたいな雨の日。お帰りはあちらになります。お疲れ様です。雨の日はやっぱ夜は見づらいですね。見づらいですか？日中じゃない、晴れてる日は特に夜でも、僕もともと乗ってた車が古くてハロゲンの上にフォグなしだったんで、それで比べたらものすごいもう自分の中で進化したなというところで、全くもって不満はなかったんですけど、やっぱ雨の日はラインが見えないっていうのを感じます。あとは見えない部分にアルミテープを裏から貼ってます。アルミテープも貼られてるんですか？アルミテープを貼られると何か効果があるんですか？やっぱりフロントなので、最終的にさっきみたいにサーキットっていうところを考えると空力結構大事なんですよ。で、アルミテープ貼ることで、その空気の摩擦の低減ですとか、要は帯電をさせないっていうのが働くようなことを聞いたので、自分でやってます。なるほど。ここでいいんじゃないかっていうところにペッペッペッペ貼ってます。そこにフラシーボ現象効果が加わると、良くなったっていう。なるほどですね。いろいろと見えないところでもちょっとした手を加えていらっしゃるということですね。足回りの方なんですけども、ホイールは後期型の純正タイプのホイールを剥がれてますね。これホイールはずっとこのまま乗る予定です。やっぱ買った理由が、もうほぼほぼ最初からできてるものっていうので、FK7 を選んだので、なるほど。ここから変えてっちゃうと、そこがもう本末転倒になっちゃうので、ノーマルで活かせるものは極力ずっと使っていこうかなとは考えてます。そうですか。アッキーさんのコンセプトは FK7 らしさを失わない。そうですね。どっちかというと快適性を
維持しつつ、まあ最終的にはまあサーキットを走れる車を選んだつもりなので、でまあ、セリカもそうでしたけど、意外とサーキットってみんなあれをやんなきゃこれをやんなきゃってやっぱ思いがちですけど、意外とノーマルで普通にいけるんですよ。そうなんですね。私もそう、頭の中ではもういろいろとガチガチやんなきゃダメなのかなってイメージ持ってたんですけど、そうではなさそうなんですか。まあどっちかというとさっきのそういう細かい部分に自己満でやっていく方がまあいい場合もありますし。なるほどですね。まあまさに貧乏チューニングっていう感じですか。そう、もうまさにそうです。限られた中でやっていくっていうところですね。いいですね。ミラーの方ですね。こちらにカーボンシートですね。カーボンシート。3M のカーボンシート。3M。はい。そうですね。外装やっぱりちゃんとやらないと色あせですとか。やっぱどんどん劣化が激しくなるので、ここはお金かけてますね。なるほど。お金かけてるっていうよりはいいものを貼ってますね。その中でも。ドレスアップもそうかもしれないんですが、色あせ防止ですとかそういった対策の一環としてつけてるような。そうですね。まあもともとその自分のコンセプトで、前はそのオブシダンブルーの色を生かしながら黒の面積を増やしていこうっていうのが自分の中であって、でやっぱここは前から見える箇所なので。黒くしたいなとは思ってたんですね。やっぱ中華製のこのカバーだけって売ってるんですよ。それをやっぱつけてたんですね最初。そしたら半年もしないうちにやっぱ気泡が入って浮いてきて、ああもうこれはやっぱ中華製でダメだっていう判断で 3M のやっぱヒートガンを使って張り込んでやったらまあ意外とかっこよかったんで、そのままもう1年ぐらい経ってますけど、今のところなんともないですね。ああそうなんですね。もう1年経ってらっしゃるということで、いやすごいですね。やっぱり安物は買っちゃいかんよみたいな。ウィンはい、お帰りましょう。でごめんなさい、ちょっと言い忘れちゃったんですけど、こちらのドアノブの方にもついてるって感じですよね、カーボンのやつが。何やら VTEC ターボっていうエンブレムがこれはそれこそシビックを見た時、この VTEC ターボっていうのがもうかっこいいなって思った要因の一つなので、実際日本仕様のにはついてないんですけど、インドネシアかどっかのシビックには標準でついてるものなんですね。ああそうなんですね。これなんですか、このドラゴン。これがですね、まあちょっとこれは自己満、本当に自己満なんですけど、まあやっぱ後ろからパッと見て、まあ自分の車一発で分かるように、ニューガンダムってあるじゃないですか。やっぱなんかマークみたいなのありますよね。もうそれにこれっぽくねみたいな。なるほどね。ちょっと俺もそういうマークつけちゃおうかなみたいな。でちょっとかっこいいステッカーとかないかなってネットで見てたら、もうこれもう本当に一目惚れで、かっこいい、なんだこのかっこいい竜みたいだなっていうので、とりあえずつけました。いいですね。やっぱこの独自のやつが出てね。これこっちつければいいんですか。これつけましょうか。ペタってこうやって。もうじゃあガムテープからなんで。そうですね。ガムテープデスマッチで。デスマッチでしましょうね。ダブルクラッシュしましょう。一緒に。皆さんもお気づきだとは思うんですが、テールランプが変わってますね。そうですね。これは無限さんのですね。無限のテールランプ。これはやっぱり経緯としては、前はこの車はもう全部 LED で固められてるじゃないですか。やっぱノーマルだと後ろはフットブレーキ、ウインカー、バックすべてバム級なので、やっぱ後ろも LED にしたいなっていうんで、これはもう最初から。ただやっぱこういう陽気の日、次の日晴れました。中が曇るんですよ。あ、曇っちゃうんですか。曇るんです。これよく言われることなんですけど。まあやっぱ LED でその辺の熱を逃がすための穴が開いてるとかいろいろ言われることあるんですけど、ディーラーにやっぱ文句というかね、これこうなっちゃいますけどっていうのも言ったんですが、まあやっぱそれは中にこうタプタプ水が溜まるようであれば異常だけれども、これはまあそういった範疇ですよっていう話でした。ああ、なるほどですね。見た目ですとマフラーが何やら入ってんじゃないって思っちゃうんですけど、マフラー入ってるんですか。これはマフラーカッターですね。マフラーカッター。なるほど。ロッソモデルのマフラーカッターです。ロッソモデルのやつですね。ロッソモデルじゃないですね。ロッソモデル。あっちではないか。でもこれ存在感結構あって。そうですね。もうこれフルチタンなので重さ的にはもう本当軽かったです。ああ、なるほど。2本つけるんですけど、そんな重量もないので、走りに影響はないかな。どっちかというとまあ見た目の方ですけど、やっぱ見た目がすごいいかついですよね。そうですね。マフラーだけ中に入っちゃってるんで、ノーマルは。まあちょっとそれはなんとか是正したいなというところでこれをつけました。あれマフラー入ってんだ、なんだこれ HK かって思っちゃったぐらいの見た目でございましたからね。全然いいと思いますよ。
全然いいと思いますよ。なんだろう超上から目線で。全然いいと思います車外のマフラーは入れるつもりですけど、予定は、いやまあそうですね、欲を言えばというところですが、やっぱ、はい、さっきのそのコンセプトとブレてしまうので、さっきと走って、はい、そこら辺の性能面で不満が出たら変えようかなぐらい。だ音量よりかはもうそういうトータルバランスの方を意識されてる、バランスというのは基本はもうメーカーが数億円もかけてこの手で売ってますから、それを崩さないのがまあ一番いいのかなっていうのは大前提であるんですけど、すごいですね、またまたその新しい人種だなって思いました、はい、もう基準がそこになっちゃうんです。すみません。すみません。いえいえ、こちらこそ新しい発見ができてね、すごく参考になりますので、本当ありがとうございます。はい。足回りに関しては何かテこ入れとかは？そうですね。もうこれも、試乗した時にやっぱ思ったんですが、もう今の車ってノーマルの状態でボディとか、サスペンションとか、足回り系は、もうトータルでバランスが取られてるなっていうところがあって、まあせっかく新車で買うので、もう行けるところまでこれで行こうかなと思ってます。へたりが来るまで。確かに純正とサスとショックは山道ね、走っててもぐいぐい曲がってくれますからね。アンダーはそこまで出ないですし、やっぱしなりもそれあるので、唐突感はほとんどないですね。眠そうなおじいちゃんが後ろにねいますね。もう暇なんだよっつってカメラいや終われよって思ってめちゃめちゃ綺麗なんですよね。びっくりしましたよ。半分もう洗車が、趣味みたいなもんで毎週やってますね。毎週やられてるんですか？家族の車と2台セットで。そうなんですか。でもエンジンでもしっかり洗うというか、まあそうですね、そんな大したことやってないんですけど、やっぱ細かくやることで綺麗が保てるので、そんな毎回そんな時間をかけてないです。もうさっさっさと拭く程度で。まあ皆さんにはちょっと映像でお見せしてると思うんですけど、これめちゃめちゃ綺麗じゃないですか。まあまめにやってるからこそこう綺麗に保つよって感じですよ。素晴らしいですね。すごいな。外装面はまあ取り立て私の中では以上かなと思ってるんですけど、何かあと加えるところですか？言い残したこととかあるかな。外装ですもんね。思い出さないと。そうですよね。なかなか。マジですか？あ、そうですか。いや、僕以上に詳しいですね。ね。吉本さん結構ね、その人の盲点ねありますね。盲点っていうかちゃんと見てらっしゃいますね。あれリアのこの水滴が入らないように、これです。カメラの上のカバー、これですね。なんでこの飛び出てるの？これです。そうなんだ。私もつけようかな。あれ本当にやばいですね。であれでリアやばいですよ。俺もやばいなこれって感じて、これは考えました。さすがに。でこっちのナビのリアで安心3でしたっけね。ああいう機能もエラーが起きちゃうんですよ。そうなんです。そう。雨でダメですっつって見えませんっつって検知が消えちゃうんですよね。このバッテンマークがつくっていう。ETC カードが挿入されていません。黙れコアッパーあったら生はいいですね。生はいいですね。内装の方をご紹介させていただきたいと思うんですが、レーダーですね。商品名はレーダーなんですけど、自分はもうメーターとして使ってます。メーターとして使ってるって感じですか？ハンドルが、無限ステアリング、これすごいいい感じですね。そうですね。このレッドステッチとか、上と下はドライカーボンですね。ドライカーボンですか？そうです。そうらしいです。触り心地は全然。触ってもいいですか？どうぞそうですか。こっちか。こっちじゃない。なんでこの気持ちいい。気持ちいい。こんな感じ。うわすごい。ハンドリングとかどうです？もうすごい。これはもう一番気に入ってますね。一番気に入ってる。なるほど。常に触るところなんで、やっぱり満足感は非常に高いと思います。そうですか。値段まあそれなりしますけど、それに見合った効果が得られると思います。わあ素晴らしい。いいな。ターボっていうエンブレムこれはもついてるんですね。もうそうです。自分を高めるためにつけたなるほど。赤いやつで俺の人生ターボだぜみたいなセカンダリータイムに止まってんじゃねえかっていうそうですね。テンション上げるために。テンション上げるために。すごいですね。でそれとあとこちらのこの何ですっけ、マット的な。やっぱあれですか、ここの反射防止で。そうですね。反射もありますし、まあやっぱ
掃除もしやすいというか、はい、これはこれでいいと思いますね。あと内装傷めないっていうか。いいっすね。なんかすごいこう素材もペラペラしてて、そうですね。なんかすごい。ただやっぱ中華製なんでもう色あせが始まってるんですよ。ああ、ここのあたりね。なんで予備はもう一個持ってるんですけど、ここのドアの下にもカーボンのなんかプロテクターみたいのが貼られていて、スカッフプレート的なやつです。はい。で運転席助手席、はい。で後部座席にもご覧の通りこのようにしっかりとつけられている感じですね。これもやっぱ傷防止。ああ、そうですそうです。これはもう、はい、もうその名の通り傷防止でつけてますね。シビックスポーツって書いてありますね。はい、これ多分、中国の意外とかっこいいですね。これかっこいいですね。実際に見ると、これ買おうかなっていう気になってきちゃう。フロアマットも普通にディーラーオプションでつけたんですけど、プレミアムタイプのプレミアムタイプの上からさらにこれをくっつけて、これも破けちゃうので、かかととかが、ハセプロさんのニーパッドが付けられてるっていう感じですね。サポートクッションもこれもそうハセプロさんの回し物かって感じですけど。そうですね。でもハセプロさんって結構いいものを出してるイメージがあるから、まあやっぱ快適性を失いたくないので、パワーシートとシートヒーターつけたままスポーティーになるものっていうので、一応これを選びました。ちょっと運転席座らせてもらっても大丈夫です？運転席座らせていただいて。どうぞ。じゃないでしょ。失礼します。ふかふかっすね。確かになんかホールドとかを意識しちゃうとあれですけども、ただ座るだけで普通のドライブする分にはいいと思います。これハンドルがいいですね。本当ハンドルがすごい。こうブーンブーン。これいくらするんですか？これは99,990円です。大丈夫。ネットで7万円くらい出てくる。2万円ぐらい安い？あとやっぱってなんでそんな甘えるな。このレッドステッチとやっぱこういうメーターとかと配色が合いますよね。そうですね。この赤のラインとね、赤とこれと全部揃えた感じ。特に赤が好きとかではなく、まあそうですね。もうメーターの色が決まってるんで、レッドステッチ来たからもう全部合わせちゃおうみたいな。なるほどですね。これもいいポイントですよね。そうですね。やっぱハンドルは素晴らしいな、いいな。これすごいですよね、いいな。ちょっと赤つけちゃいましたけど。さっき外装面で言うの忘れちゃったんですけど、こちらのねマットガードも純正で入れられてるようで、すごくこれマッチしててかっこいいんですよ。特にフロント側見てください。ここのねフロントのこのラインがサイドステップとデザインがすごく合ってるんですよね。これめちゃくちゃいいなと思いますし、かなりおすすめだとは思うんですよね。無限のテールランプ、これ光らせるとこのような感じでしっかりと映っていて、すごく綺麗だなってイメージもございますね。でそれから、これコンソールカバーをつけてらっしゃる。これもよくあるある、マニュアル車とかよくあるあるだと思うんですけど、肘とか当たって白くなっちゃうのがやっぱあれでしたんで、まあ革っぽいやつ一応つけました。スティッチがこうビビビビビビビって入ってるような感じですね。さあ LED の方はどうなんでしょうか？通常通りでございます。サンバイザーどうでしょうか？つきました。2点。通常でした。スプーンさんのこれミラーですね。これがワイドミラー。自動暴言があるじゃないですか。ここのセンサーがありますね。これがおバカさん、言い方悪いですけど、おバカさんで聞いてほしい時に聞いてくれない時が結構あったんですね。なのでまあもう最初からじゃあ眩しくないタイプを、ただ外付け感出ちゃうと嫌だなっていうので、やっぱスプーンさんのこのちょうど枠にはまるやつ、でここにちょっとスプーンって入ったりとかして、そうですね。あとワイドビューなんで、湾曲してるのでトータルワイドビューで見えますよ。ただちょっと見た目が遠く見えるので、慣れが必要ではあるんですけど、眩しくないしワイドで見えるっていうんで、僕としては値段相応かな、いいのかなとは思います。慣れが必要です。なるほどですね。まさにワイドビュー踊り子みたいな感じです。さすがトレイン内装面もすごく綺麗にされておりまして、もうナビとかもツヤツヤなんですよね。これも同じですね。セームでファファってやってるだけです。そうなんですか。豆なんですか。実は今朝やってきただけです。そうなんですか。さあそしてですね、ここがメインイベントとなってきますが、一番皆さんがね興味を持たれることなんですが、実はこちら見てください。
ホンダアタ入れちゃってるんですか？入れちゃってます。すっごいなホンダアタ間近に見るの初めてなんですけども、これはどうな感じなんですか？これを入れてる背景としては、マニュアルのこのシフトフィーリングといいますか、例えば1速に入れてから2速に入れますよ、通常のマニュアルを想像されていると、この針の動きの落ち方が燃費重視の制御になっているのが非常に遅いんです。上がったらしばらく止まって下がってくるみたいな、そうすると僕みたいな前セリカ乗ってましたよみたいな人間だと、どうしても回転が合わないんですね。いつも通りやってるともうそれが違和感でしかなくて、まずそれをなんとか是正できないかというのをやっぱり SNS 見たりですとか、いろいろこう探してる時にこれをやると、そういった制御まで自分の好みに変えれるよというのがあったので、導入に至りました。マニュアル私も乗ってるんですけど、これ同じこと感じたんですよ。なぜかというとシフトチェンジシフトアップしてる時もそうなんですけど、ブーンっつってクラッチ踏むじゃないですか。踏んだタイミングでブーンブーンとかってなんか違和感があるんですね。すっごいありありですね。ということはホンダアタ入れることによってそれが解消されるってことなんですか？入れたいわ。あれ嫌だもん。これだけでもフィーリングがだいぶ変わりますよ。本当ですか？純正では 1.0、ブースト圧が入るようになって、でそれが、一応これプリセットで何パターンか選べるようになってるんですが、僕は 1.2 までブーストアップをしてます。マフラーなんかはドノーマルでやってるんですが、体感としては190ちょっとぐらいまで上がってるんじゃないかなぐらい体感ですよ。でマックス 1.6 まで上げることができます。ただやっぱそこは車のダメージとトレードオフなので、そうですよね。任意で決めてもらえばと思うんですけど、僕はもうその保安的な部分を優先するので 1.2 で抑えてあると。アイドリングストップが僕はいらないと思う派なので、ここはもう押しても押さなくても効かないようになってます。実際もう表示がされてませんが、アイドリングストップ効かないです、この状態。これもチェックボックスを入れる入れないでできます。そうなんですか。それだけのためで3万円で売ってるものもあるので、そういう意味ではすごい費用対効果が高い。多分ね、皆さんもアイドリングストップ邪魔なんじゃないかなって思ってる方が、僕も最初はこれ押してたんで、エンジンかけるたびにもっと邪魔でしょうがないですよね。それが一切考えなくてよくなりますよっていうのが、このイーコンボタンがあると思うんですけど、これを押すことによってブーストがノーマルに戻ります。そうなんですね。これでイーコンが出てるとブーストが 1.0 に戻ります。そうなんですか。フィーリングはそのままです。そのボタンの配置設定みたいなのもできちゃうんですか？ボタンはもうイーコンって決まってますね。決まってますか？決まってます。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。じゃあ今ドノーマルモード的な、いきます。これなんですよね。ブーブンっていうのがね、これがストレスでしょうがないなっていう感じがしますよ。やっぱり残りますね。そうですね。ウンって維持しようとして、そうです。これがそう踏ん張っちゃうんですよね。って言ってね。はい、ということで、じゃあ続きましていきましょうか。じゃあこれを解除してイーコンだけですね。ブーストは 1.0 で制御は若干変わります。若干変わります。だ大中小で言ったら中ですね。フィーリングだけ重視されたような。ってなのかな。オートマか。さあ、出だしはそこまで変わりはないですね。さあ、ここからでございますね。ない。変わった。このシフトダウンもすごいやりやすくなります。こういう感じですね。いや、すごい変わりましたよ。耳から入ってくる音もそうなんですけども、ブーブーンがなくなってブーブンブーみたいな感じでね、すごくスムーズになりましたね。すごいわ。この上りの方がやっぱ感じられるかもしれませんね。中モードでも十分じゃないですか、こういう街乗りだったら。そうですね、全然パワー的には問題ないと思います。これじゃあ踏み込む。
ってますね、ただ若干残ってる感はあるかもしれない、完全にはそうですね、ほんわかさっきよりはだいぶ改善されたと思いますけども。そうですね、さあじゃあ続きまして、いきましょう、大モードですのおかしい。じゃあイーコンをカットします。はい、カットします。これが 1.6 のブーストですね。 1.2 のブーストです、ね、1.2回失礼しました。うわ全然違うまず加速そのものがだいぶ変わりましたね。なんかキュイーンっつって G を感じましたよ。そうですね、それによってちょっとシフトレンジ見るの忘れちゃったんですけど、これはだいぶ改善されてるなっていう感じはおー来た、おーすごいすごい。これが 1.2。 うわーガツンってきますね。多分下から来るんで、来るように感じるんですよ。なるほど、そういう制御になってると思うんで、すごいな。なんか2000超えたあたりからそうですね、すごい。でかつシフトチェンジも全然さっきとフィーリング変わりました、ね、はい、そうです。だからやりやすいですね。すごい。じゃあ竹内さん、乗ってみましょうか。いいんですかどうぞ。ぶつけないようにしますねニヤつきと笑い禁止絶対ニヤついて笑い出すからはい、ということで、でね一つ気づいたんですけど、ここのサイドミラーあるじゃないですか、水玉がすごい時ってここのヒーターあるじゃないですか、これオンにすると消えるんですよ、水玉飛ばせるんですか。へえ、知らなかったです。さすがするんですよ。吉本さんはしてたみたいです。私たちだけ。僕だけです。さあじゃあいきなり 1.2 なので。はい。これ今 1.2 のモードです。 1.2 になってます。はい、わかりました。ということでじゃあ運転させていただくことになりましたので。運転する前から顔がにやけてないだってにやけのね原因ってこれですよ、このハンドルですっごい握りやすくて、これはウキウキワクワクしますよね。さあそして持ち主であるアッキーさんがなぜか後ろに乗ってる今日この頃なんですけども、じゃあちょっと行きますね。お願いします。はい。行きますよ。お FC だ。さあ飛び出します。ムシムシ。今さそっち向いてにやけたじゃんうわ何これおお分かってじゃあ解放してあげるよ。いやいいわこれ何ですか。嘘でしょ。今普通に自分の車の感覚でシフトチェンジしてたんですけど、もう回転数がブーンっていうのがないからスコスコいって、さらにそれの加速ドッカンってくるやつ、やばいですね。やばいですね。はい。でしかも無理やりパワーを引き出してるわけではなく、ちゃんとその車に合ったパワーの出し方をしてるなっていう加速感なんですよ。じゃじゃ馬じゃないですね。じゃじゃ馬ではないですね。はい。それにセッティングしたのはアッキーさんが。まあでも、まあそうですね。アッキーさんと私は同じ速度領域にいるってことです。やっぱアッキーさんも結構悩みながらセッティングされたような感じですか。そうですね。でもまあやっぱお帰りはちらの。最初からのプリセットがやっぱ何個かセットされていて、それが結構よくできてるんですよ。でそこからこう引いていくとか足していくとかやっていく感じでいけるので、そんなに構えなくても。しかもこの長谷プロさんのサポートクッションもいいですね。意外といいですね。意外といいですね。でもなんかすごいストレスなくスーっていってくれる、もたつき感がないというか、なんつったらいいのかな。そうですね。アクセル離した時のつきがいいので、全然いいわ。だから高速とかの合流あるじゃないですか。そこに一気に加速していく時の、そうですね。あれのストレスもなくなっちゃってような気がします。いきます。うわー G がすごい。うわ何ですかこのドッカンっていう加速。やば。これが 1.2 ですから、ね。これが 1.2 ですか。いや全然違いますよ。いや面白いわ。うおやった、こういう経験ができるなんて、なんと幸せ者でございましょうか。
感謝しろよ。ありがとうございます引き合わせてくれた吉本さんにも感謝、そして出演してくださったアッキーさんにも感謝したいと思いますので、このままね横浜に帰りたいと思いますあれ2台とも置いてっちゃうんです。そうですねやだ、俺は置いてか。これは楽しくなりそうですね、ドライブとかね。そうですね。はじゃあ車庫町の前に先こっちか。い。いや、なんかね入れたくなってきちゃうだってこんなに変わるんですもん。レカロみたいにフライングなしだもんね。フライングはできませんお金がないんでできません。ほら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 、ごめんなさい、俺にほらほらって言われてもさ、出だしが全然違いますもん。視聴者だってほらほらって言われてもねって絶対言うよ。いや全然違うよ、トルクがあるからかな、なんかすごい多分全然違う。いきますよ、ほらそれ多分ね、運転してる人がまあ分かる感触だと思います。そうですね、確かに。そうですね。はい確かにそれは。であと無限のハンドルもとってもグリップが良くていいんですけど、興味津々。はい、ただね慣れてないっていうのもあるんですけど、ここの部分あるじゃないですか、ここがちょっとツルツル滑っちゃってそうですね。っていう感じは正直ありますね。だからあれか、ここツルツル滑る感覚を対策というか克服するためにはやっぱり正規の教習所で習ったこのそうですね、はいまあまあ確かに僕も今9時15分になってるかな、どっちかというとそう10ですね10分もそうですけど、はい、ある意味矯正されていいですねこういう行政ギブスみたいな。矯正ギブスみたいな。そこ空いてるかな奥。置いてんじゃん。なんかもう自分の車のように乗り始めてでも見える景色はほぼほぼ一緒ですからね。そうですね、全く違和感を感じない。はい、ということでアッキーさん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやー、お車の素晴らしさもしかりなんですけども、やはりホンダータのスペックめちゃくちゃ高いですね。これねそうですね、もう、はやっぱ費用対効果は抜群じゃないかと思います。ですよね、はいだから私もつけちゃおうかな車庫帳入れる前につけたい。すごい変わりますね。はい、はい、ただ最終的に感想を申し上げると、セッティングされた 1.2 のブースト圧でも純正ショックサスでも十分に対応してくれるような気がいたしますので、はい非常に興味深いものでございました。はい、よかったです。体感していただけて。いや楽しかったです本当にいろいろとありがとうございました。はい、とんでもないです。はいありがとうございました。こちらこそ。これっぽっきりっていう付き合いでもないと思いますので、これからもいろいろとお遊びさせていただきたいと思いますので、ぜひ、はい、その際にお声掛けいただければよろしくお願いいたします。はい、じゃあより良いシビック生活を一緒に過ごしていきましょうということで、はい、ご視聴ありがとうございました。